にちは。今回はダンダダン第14話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。胸から上だけならかっこいいのに、ブリーフじゃなけりゃかっこいいのに、イケメンなのにブリーフなの。ゴルゴに喧嘩売ってるの。ブリーフのゴルゴは正直格好悪い。ジャシ、最初は鬼頭家ぶっ殺すマンだったと思ったのに、なぜかジジの体を狙ってて人類皆殺しってなってんのわからん。原作だと手まりで遊びたいくだりなかったっけ。やはり天才か。本当の天才かよ。天才言ってたね。天才言ってたのに伏線だったのかよ。やはり天才か。伏線だったのかよ。ジジマジ天才だっか。オリバー・カーン呼んできて。もうおじいちゃんやぞ。完全にいないで。男子平等パンチ。女の子にパンチとか最低。これでもターボーカルンの方が強いんだよな。少林サッカーみたいにはだけるかと期待したぜ。はあはあ。桃頑丈すぎ問題。桃ちゃん死んじゃうだろ。蹴りに蹴りよ。ババアもいい解説要員兼締め要員してくれてるな。すげえバトルなのに笑える。ツインシュート出そう。ボカルン来たー。どこの猿飛び。翼くん。サッカーかよ。ハンラ VS ハンラ。超次元サッカー。サッカー漫画になった。盛り上がってきたな。やっぱオカルンかっけー。オカルンかっこいい。オカルンかっこいいぞ。んがかっこよ。オカルン来た。間に挟まれた怨念ボールかわいそう。俺たちは一体何を見せられてるんだ。弁慶の泣きどころ合わせ。100点翼かな。うわー、早く続き見たいよ。あっという間に終わった。めっちゃいいとこで終わった。とこで続いたわ。悠々白書とキャプツバという先輩作品リスペクト。一転して展開遅。基本ラブコメだな。作がいいから見てるけど。体感10分くらいなんだが、クソいいところで終わったな。なんだかんだで面白いな。シナリオ普通に面白くない。これのどこが中身ない絵だけなん。なんでエンディングだけ本編のキャラデザと変えたの。算数ベアナックルするから。俺のアイラちゃんはしばらくでない感じ。桃よりアイラ派なんやけど、聞いた話では2期の範囲ではアイラほぼ出らんって聞いて悲しい。そうなの。残念だ。周り妖怪しかいないな。今週面白かった。ジジインジャシマだけど、オカルンもアプサラも妖怪。ふとめちゃくちゃかっこよくなるな。吉野の声聞こえたから思い出したが、ダンダダンの吉野はもう出ねえのか。何のキャラだっけ。眉毛のつながった神主だったと思う。桃ちゃんに土の子の話をしてた。なんで首のとこはかっこいいチョーカースーツみたいなのつけれるのに、ブリーフはそのまんまなんだよ。紳士だからな。かっちょいいから。ブリーフかっこいい派なのか。よくわかってないんだが、あの悪霊は生前生贄にされたのはかわいそうだけど、成仏できず、何百年も何の罪もない親たちを自殺に追い込んできたんだよな。デスワームもいるからややこしく。デスワームが悪さしてる部分って邪教ババアたちが勝手に生贄を捧げてくれるから食べてるところだけ。本人もそんなことしたくないのに、そういう性質であるという。どうしようもないあれ。それは払われるべき。子供だけを助けてる。自殺に追い込んでるのは鬼頭家の方であって、邪視はその中の被害者が散り積もった恨みで妖怪になっただけ。妖怪側はやっぱ皆悲しき悲惨な過去の元人間ばっかやな。宇宙人やらリュウマがなんで日本にうじゃうじゃ来るんだと突っ込みたくなるが、ネッシー界みたいに能力持ちになって認知したり戦えてるだけなのでは。海藻で閉じ込められてた白髪キッズ、海藻でマグマに焼かれてたキッズ、現代で閉じ込められてミイラ化してたキッズ、これは同一人物なん。マグマに焼かれたら地底でミイラ化してるのはおかしくないかな。過去海藻で外眺めてたのとジジが封印解いたのが同じ。邪視出てきてから明らかに前回より面白くなったな。ワーム戦はダンダダンワーストエピソードだと思うから、これが終われば面白くなるぞ。ワーム戦長いけど。
アイラちゃん不足でつらい。リクールで番少ない。出てきても合体ロボのパイロットとして使われるだけ。ジジがブリーフ姿になってしまったけど、取りつかれて見た目かっこよくなったな。ブリーフイケメンリフ女子がメロメロなんかな。電話でちょっと心配だったが今回ので安心した。ダンダダンはこれよこれこれって感じ。音に反応するアーム、トレマーズかいな。伝説の妖芸、リザード・オブ・イモンタルのアームもあんな感じだが、しかしお産の雰囲気や男子高校生のパンイチはいいのに、女子高生のパンチラはダメなのか。ジジは順応性高いな。調子に乗ってる変なやつだと思ってたのに、今回すごくかっこいいじゃん。もうジジが主人公でよくね。ジジほんま良いやつなんだよな。辛すぎる運命。子供にしか見えないのか。ここだけなら座敷わらし要素があるのに。初太からなんでそんなキモいビジュアルになったんです。ふんどしがブリーフと融合したから。このブリーフはジジのなのか元の子供のなのか。ブリーフは生贄の少年の姿だから。ふんどしやん。ミミズはモンゴリアンデスワームが全ての元凶。あれはただの自然現象みたいなもんだから、それを利用してた祈祷家がやっぱ悪いんじゃねえの。いいところで終わるな。来週パンツレスリングか。ただでさえ念波で自殺を強制できるモンゴリアンデスワームという厄介な敵を前にしているのに、その上邪視まで登場してどうなるのかとハラハラしました。そして聖子のジジへの天才という言葉がただの軽口ではなく、ここで伏線として生きてくる脚本にただただ感心。続きが楽しみです。モンゴリアンデスワームとの戦闘中に新たな妖怪ジャス登場。凄惨な過去描写があって思わず感情移入してしまう良い演出だったな。終始作画も良すぎてアニメーションとしても見どころ盛りだくさんだったし、邪視を宿した自治体を狩るん楽しみすぎる。どっちかというと邪視が問題の原因だったのか、そして人柱を邪視にしてしまったのが祈祷家という因果の回り方がすごい。今回も武器がとても派手でいい。ジジは6パックどころか8パックだったね。ジジは邪視の力を取り込むことになるのか。邪視の過去を見るとジジの同調をする気持ちもわかるが、誰かのために存在していたターボババアやアクサラと違い、邪視はこの世全てを恨んでいるような存在。足がかりとなりそうなのは遊びたかったという願いか。霊的にも肉体的にも天才なジジのキャは陰を照らせる中にも期待。地下に眠る人柱にされた少年の無念、彼を忌避するのではなく、受け入れるジジの陽キャな優しさがかっこよいが、それがヒロイックな戦力とならないのが、人ならざる者たちの断りという感じで、ゾッとする面白さ、怪奇的なおぞましさ、悲しさもと、バトル的な勇ましさが同居する本作の魅力を堪能。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。